こんにちは。今日はですね、1台あると何かと撮影がはかどる LED ライトを紹介したいと思います。ブランドはコルバーです。コルバーの CL220R というモデルになります。このライトはですね、以前私が紹介した CL220 の兄弟モデルになります。以前紹介して以来私も気に入ってこの CL220 ずっと使っているんですが、そのライトがフルカラーになったのがこの CL220R になります。今日はこのライトを詳しく紹介します。動画の後半では実際の使用例などもお見せしたいと思います。では今日も最後までゆっくりご覧ください。でまずは外観なんですが、よくある丸っこいタイプのものではなくて、このライトは結構カクカクとしていてかっこいいですね。でボディの材質はこの価格帯のものはプラスチックが多いんですけど、これはこの真ん中の部分はアルミのプレスになっています。上から覗くと冷却フィンがたくさん見えます。で下から見ると冷却ファンの羽がこの黄色いのが見えますね。前後のこの黒い部分はプラスチックになっています。でフロントが LED で後ろが操作パネルになっています。ボタンとかダイヤルが並んでますね。足の部分にはアンブレラホルダーがついています。でこのライトの後ろの部分にアルミ製のハンドルがついていて、これがなかなか良くてですね、スタンドに乗せるときなんかも結構重宝します。でサイズも非常にコンパクトなんですが、 CL220 と比べると若干全長が伸びています。重さはほぼ同じでだいたい 1.6kg です。でこのコルバー CL シリーズの特徴なんですが、横の部分がナトレールになっています。でここにアクセサリーを取り付けたりとか、アタッチメントを使って他のライトと連結することもできるようになっています。でちょうど手元にですね、前回のレビューの時にいただいた V マウントバッテリー用のアダプターがありましたので、これを使ってみました。CL220 と全く同じく V マウントバッテリーでも問題なく駆動することができました。明るさは 50% が最大になるんですが、バッテリーで気軽に屋外で使えるっていうのは非常に便利ですね。このライト 220W なんですが、本当にコンパクトで、こちらがですね、私が今も使っている SL152 っていうゴドックスのライトなんですが、この 150W のものと比べてもかなり小さいのが見ていただけると思います。でライト本体が 1.6kg と非常に軽量なので、設置する際のスタンドなんかもあまりごついものが必要なくてですね、これ私が以前から使っているゴドックスじゃないやニーワーのステンレスのスタンドなんですが、ソフトボックスの大きさとかにもよるとは思うんですが、これでもね十分私は使うことができています。では電源を入れてみたいと思います。キヤノンプラグをつないで、AC アダプターは別体式になっています。電源を入れます。ポチッ。液晶の両側に4つのボタンがついています。エフェクトとレイトとモードとセットです。で、下にさらにダイヤルが2つあって押し込むこともできるようになっています。左のダイヤルで選択して、右のダイヤルで数値を変更していくという感じになっています。色温度は2700ケルビンから6500ケルビンまでになっています。こんな感じでダイヤル回して設定もできますし、ダイヤルを押し込むことによって一定間隔でスキップすることもできます。明るさも25、50、75、100% と一発で変えることができます。でモードボタンを押すことによってフルカラーモードに変更することができます。でダイヤルを押し込むことで60度ずつ色を変えていくことができます。もちろん1度ずつ変更していくこともできます。サチュレーションとかインテンシティも同じようになっています。13種類のエフェクトが搭載されています。やはりこれも明るさとか色温度を変更することができるようになっています。でこの右下のセットボタンはセッティングに入るためのボタンになります。ここでアプリやリモコンと接続したり、ファンのスピードを変えることができます。動画の撮影に使われる方はファンの音が気になるとは思うんですが、ここでファンの設定をすることができます。モードはスマートとクワイエットと、あとパフォーマンスという3つのモードがあります。スマートにすると、自動的にファンの速度を制御してくれます。音の大きさをちょっと口で言うのが難しいんですけど、クワイエットにすると結構静かで、ただ全くの無音というわけではないので、カメラのすぐ近くに置くとファンの音が微妙に入るかもしれません。個人的にはほとんど気になりません。じゃあちょっと実際どんな感じかお聞かせしたいと思います。スマートモード、クワイエット、
パフォーマンスモードです。で、ライト本体のこのコントロールパネルでもコントロールできますし、例えばライトスタンドにつけて高いところに乗せた時なんかはもう手が届かないのでいちいち下ろすわけにもいかないと思うんですけど、そういう時のためにスマホでもコントロールできるようになっています。Bluetooth で接続して、カメラ本体でコントロールしている時と同じように簡単にコントロールすることができます。で、このスマホアプリには非常に便利な機能が搭載されていて、スマホについているカメラを利用していろんな色を読み取ることができるようになっています。この色いいなって思ったらそれをカメラで読み込むことによって瞬時に発光させることができます。で、さらにオプションで Bluetooth リモコンがあるんですが、これもね、すごい便利ですね。本体でできることがほぼできるようになっていて、ライトのオンオフ、明るさの調整、色温度の調整などができるようになっています。で、フルカラーの方にも対応してますので、ここを回転させることによって色をどんどん連続的に変化させていくことができます。じゃあ次に実際に使っている様子をお見せしたいと思います。モデルさんもいないので、うちの奥さんに頼み込んでモデルになってもらいました。で、まず最初はもう本当に天井についている LED 電球1個の状態です。顔もね、影になっちゃうし、暗いしで、なんか全然面白みのない映像になっております。で、次にですね、よくあるこういった LED のパネル型のライトを正面に置いてみたいと思います。どうなるでしょうか。明るさ的にはかなり明るくはなるんですが、影もきついですよね。次に後ろのスタンドの電球をつけてみました。これも撮影用の LED 電球なんですが、これはこれでなんかちょっと面白い絵にはなってはいるんですが、次にですね CL220R を前からキーライトとしてつけてみました。ソフトボックスがついているのでかなり光も柔らかくなって影もね優しい感じになっています。で、次は後ろだけちょっと照らしてみたいと思います。CL220R を背面を照らす、青に発光して照らしてみました。こんな感じになります。なんか映画の一シーンみたいになってきましたね。で、さらに前側からこれ CL220 なんですが、同じライトと思っていただければいいと思うんですが、前からも照らしてみました。明るすぎるのでちょっと明るさを調整していますが、かなりいい感じではないでしょうか。最終的に色を調整してスライダーに乗せてカメラを動かすとこんな感じになります。肌の質感とかもね、非常にスムーズな感じに仕上がっていて、これなら怒られないかなと思います。Before After です。全然違いますよね、やっぱりね。で、ちなみにですけど GoPro もライティングをちゃんとすることによって結構室内でも使えるようになります。これ GoPro Hero 12で GP ログで撮影しています。4K24fps です。こっちは ISO100 なんですが、十分綺麗ですよね。カメラのレンズも少し照明を当てて撮影をしてみました。これは天井照明だけなんですけど、CL220R を使うとこんな感じになります。Before After です。さあ、いかがだったでしょうか。今日はコルバ CL220R の紹介でした。これ一つあるだけで本当にいろんな使い方ができてね、撮影の幅も広がるのですごく面白いアイテムだと思います。で、値段的には5万円半ばぐらいでしょうかね。で、こんな感じのソフトケースと、あとリフレクターもついてきます。で、あとは今回使ったようなソフトボックスだとだいたい1万円前後っていう感じでしょうかね。大きいの小さいのいろいろあります。プラスライトスタンドも今回使ったものはかなり安い3000円前後で買えるものでした。これでも十分使えました。全部合わせるとだいたい6万円から7万円ということで安くはないんですけど、できることもすごい増えますし、映像とか写真の質も良くなると思いますしね、コスパ的にはなかなかいい投資になるんじゃないでしょうか。もうちょっといいレンズでも10万、20万しますし、カメラボディもね、数年おきに買い替えていくとかってことで結構お金かかると思うんですけど、ライティング関係は一度揃えれば当分の間使えると思いますしね、なかなかいいんじゃないでしょうか。今回紹介したこの CL220R の詳しい情報は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、今回の、期間限定にはなるんですが、割引のクーポンも同時に発行していただいています。ぜひ使ってください。
では今回もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。